はい、どうもこんにちは。今回ですね OGK さんのフルフェイスヘルメットの比較やっていきたいと思います。今回比較するのはカムイ3、エアロブレード5、そして RT33、こちらの3つを比較していきたいと思います。まずはそれぞれのヘルメット、どんな人に向いてるかっていう点からお伝えいたします。カムイ3、ツーリングはもちろんなんですけれども、インカムを使ったマスツーリング、インナーバイザーが必要っていう方はこちらがおすすめ。最大の特徴はやっぱりインナーサンシェード、ヘルメット内部の温度上昇を抑える赤外線遮蔽シールド、またインカムもですね設置しやすく設計されてまして、口元のスペースがかなり広く設けられてます。はい、続いてエアロブレード5、軽さとコンパクトさにこだわるあなたはこちらのエアロブレード5がおすすめ。最大の特徴はこの軽さですね。風圧を利用してチークパッド内の熱気を放出させるサイドアウトレットトリム、こちらもエアロブレードだけの特徴ですね。また防体はですね、こちらのカムイより強度に優れる ACT 高強度複合素材防体というのが使用されています。はい、そして最後に RT33 ですね。ツーリング用途はもちろんなんですけれども、サーキット走行や積極的な走りをする方、ベンチレーションを重視する方はこちらがおすすめ。 OGK のフラッグシップモデルですんで、空力特性であったりベンチレーション、安全性にも優れてますね。またレプリカカラーの設定があるのも RT の特徴ですね。 OGK さんの最高品質が欲しいっていう人は迷わず RT33 こちらを選びましょう。またこちらのモデルだけはね、欧州の企画である ECE 日本モーターサイクルスポーツ協会の企画である MFJ 企画にも合格してます。はい、今回比較したのはこちらの6項目ですね。空力特性、静粛性、重量、涼しさ、内装、価格の6項目。最も優れている点が多いのは RT33。一つずつ解説していきますが、私の独断と偏見で順位をつけてますので、その点はご了承ください。特に内装の順位については意見が分かれるところだと思いますので、詳しくは動画の後半でお伝えしようと思います。はい、まずは空力特性の解説から。空力特性がいいのはやっぱりこちらの RT33 ですね。次いで、カムイ、そして最後にエアロブレードという形ですね。 RT はですね、直進安定性に非常に優れてまして、軽量っていうこともあるんですけれども、高速走行中も軽量感を失うことがなくって、これ非常に安定してましたね。ただしね、横を向いた時の風の受け具合っていうのは100キロぐらいであればあまりカムイと変わらないかなという印象でしたね。続いてカムイ3なんですけれども、直進安定性や横を向いた時、どの向きが特に振られやすいということもなくてですね、非常にバランスのいい安定感を感じましたね。インナーバイザーがついてますんで、他の2つより重量が重くなりがちなんですけれども、重心バランスが非常にいいので、その重さが気になるというようなこともありませんでした。はい、そして最後にエアロブレード5なんですけれども、直進安定性に関しては明らかにカムイよりいいなという印象でした。ただですね、このモデル前後方向に結構長いような形をしてるんですけれども、横を向いた時にこう強く風を受けやすいかなというような印象がありましたね。静粛性については高速道路で走行テストを行ってますんで、そちらの映像をどうぞ。はい、今カムイ3で80キロで走行中です。はい、今エアロブレード5で80キロで走行中です。 RT で80キロで走行中です。100キロで走行中です。エアロブレード5で100キロで走行中です。 RT で100キロで走行中です。遮音性という意味ではどのモデルもあんまり差はないなというのが正直な印象なんですけれども、不快な風切り音が少ないという意味ではですね、1番は RT、2番がカムイ、最後にエアロブレードという順番ですね。RT が1番であるっていう理由はですね、空力特性の高さから風切り音が非常に抑えられてるっていうような印象ですよね。少なくとも今回のテストでは甲高い風切り音、ピューというような音はほとんど感じられませんでした。次いでカムイなんですけれども、こちらはあくまでエアロブレードと比較して甲高い風切り音が少ないということですので2番としてます。ただ特徴としましてはですね、口元のこちらのインテークからの風切り音が少ないという点も非常に高評価ですね。はい、そして最後にエアロブレードですね。私がテストした限りでは甲高い風切り音の発生率が非常に高いかなという印象でした。でまた口元のエアインテーク、こちらからもですね高い音の発生率が高いように感じました。はい、続いて重量ですね。重量についてはエアロブレードが一番軽くて、次いで RT、最後にカムイという順番ですね。
今回比較したのは M サイズですが、エアロブレードと RT の差は 50g、 エアロブレードとカムイの差は 180g。 メーカーさんに聞いたところ、重量については正確な数字ではなくて、どれも多少の前後はあるということです。また RT とカムイが2つの膨体でサイズ展開しているのに対しまして、エアロブレードは4つの膨体でそれぞれのサイズに細かく対応しているそうです。特にエアロブレードに関しては M サイズと L サイズの重さが全く一緒だというのもいい点ですよね。はい、続いてベンチレーションについてなんですけれども、ベンチレーションが一番いいのはこちらの RT、 次いでカムイ、そして最後にエアロブレード。 RT のベンチレーションはですね、頭頂部に大型スイッチが1箇所、口元に1箇所、後頭部にも開閉可能のアウトレットが1箇所、後頭部ディフューザーの下から熱気を排出できるようにもなってます。内装を剥がすとこんな感じ。インテークの穴が2箇所とエアアウトレットの穴が3箇所。頭頂部から入ってくる風が強くて、低速からでも風圧を感じやすいというのが特徴です。続いてカムイ3ですが、インテークは頭頂部に2箇所、口元に1箇所、後頭部に開閉式のエアアウトレットがついてますね。内側はこんな感じ。インテークの穴が2箇所、後頭部にもエアアウトレットの穴が2箇所設けられています。スピードが乗ってこないと風を感じにくいんですけれども、左右から風を取り入れることができるので、全体的な換気性能は高いと思います。最後にエアロブレード。インテークは頭頂部に1箇所、口元に1箇所。エアアウトレットは開閉操作ができないタイプです。内側は前頭部にインテークの穴が2箇所、アウトレットの穴が4箇所になっています。インテークを開けた時に額上部の1箇所にピンポイントで強い風を感じるというのが特徴ですね。はい、それでは細かくベンチレーションの解説をしていきたいと思います。まず RT なんですけれども、 RT は頭頂部または後頭部の風の流れっていうのが非常に分かりやすいですね。一番最初に感じたのはですね、頭頂部または側頭部、こちらの周辺の熱気がスーッと後方に向けて引いていく感覚ですよね。エアアウトレットスイッチ、こちらを閉めている時点でそう感じましたので、こちらの後頭部のディフューザーの下、ここからですね、しっかり風圧による熱気の排出ができているんだなという印象でした。前頭部からこちらからのですね、風の流入量っていうのも非常に多くて、横方向に広く当たっているというような感じなんですよね。頭部のかなり広範囲で風を感じることができるようになっています。口元のインテークについてはですね、左右のこめかみ方向にまで風が広がってますんで、かなりね広範囲で顔を冷やしてくれるという印象ですよね。 RT のベンチレーション機能っていうのは正直期待以上でしたね。続いてこちらのカムイ3ですね。カムイは40キロから50キロぐらいでは風の流入っていうのは非常に感じにくいんですけれども、インテークの穴がこちらに2箇所あるということですんで、全体的な冷却効果はエアロブレードよりも高いですね。また口元のこちらのインテークですね、こちらもしっかり風を感じることができまして、額周辺の冷却効果も高いですね。涼しさという点ではベンチレーションだけではなくて、赤外線の遮蔽シールド、こちらもね非常に効果がありますので、太陽に向かって走ってる時にも熱の感じ方っていうのが和らいでましたね。はい、そして最後にエアロブレード5なんですけれども、風の流入量自体はねカムイより上なんですよ。しかしね、風の入り方っていうのがこの前頭部1箇所に非常にピンポイントに入ってくるんですよね。左右にねあまり風を感じないというような印象なんですよね。こちらの口元のインテークも額へのピンポイント感非常に強くてですね、強烈なんですけれども、範囲が非常に狭い口元と前頭部のインテークを開けると、ヘルメットの中をですねこう一直線に風が流れるというような印象なんですよね。制圧を感じやすいという意味では非常に優秀なんですけれども、全体的な涼しさという点で見るとシールドにも利点のあるカムイよりかは劣るかなと。またエアロブレードだけの特徴でありますサイドアウトレットトリム、今回のテストではね私はちょっとこの効果を感じることができませんでしたが、気温条件が極端な夏とか冬場になると分かりやすいのかもしれませんね。内装についてはエアロブレードが1番、そして2番目に RT、 そして最後にカムイという形になってます。今回の内装のランキングについては機能性を除くフィット感という意味で順位をつけております。今回は最下位のカムイから説明させていただきたいと思います。カムイ3の内装は他のモデルよりも口元のスペースを広く確保するためにチークパッドが口元方向に短くなっているんですよね。ですので頬骨のあたりで強く支えるように作られています。カムイ2よりチークパッドがきつくなってまして、膨体のコンパクト化のために端回り自体も小さくなっているというような意見が散見されますね。はい、続いて RT なんですが、 RT は当然レーシングモデルですので標準で内装がきつくなっているんですよね。オプションでセンターパッドにバリエーションを持たせてますので頭部形状には対応しやすくなってますね。最後に残ったのがこちらのエアロブレード5、内装の被り心地という点ではね特に癖もなくて RT ほどきつくもないですし、カムイほどチークパッドが厚くなくて短いわけでもないので、全体的なホールド感
が良好ですね。ちなみに全ての内装においてクールマックス素材が使用されておりまして、フル脱着可能かつメガネの脱着もしやすい形状になっております。機能的な面で順位をつけるのであれば、カムイが1番、2番目にエアロブレード、最後に RT という順番ですね。カムイの特徴はもちろんインナーバイザー、そしてインカムの設置しやすいスペース、直接マジックテープを貼れるスピーカーホール、また配線スペースがあるなど、ツーリングに特化した内装機能が満載ですね。エアロブレードはスピーカーホール、チークアウトレットトリムはエアロブレードだけの特徴ですね。ちなみに顎紐はカムイとエアロブレードがマイクロラチェットバックル、RT が D リングを採用しています。価格につきましては、カムイが税別の29,000円、グラフィックが32,000円、単色が5色、グラフィックのパターンが7パターンとなっております。エアロブレードは税別の32,000円から35,000円、単色が4色、グラフィックは7パターンですね。 RT は税別の36,000円から43,000円、単色が3色、レプリカを含むグラフィックが5パターンですね。今回 RT のカーボンは除いております。はい、それではもう一度それぞれのヘルメットがどんな人に向いているかお伝えしていきます。はい、カムイ3、ツーリングはもちろんなんですけれども、インカムを使ったマスツーリング、インナーバイザーは絶対必要という方、また前作よりもねサイズが非常にきつくなっているらしいので、サイズ選びには注意してください。はい、続いてエアロブレード5、とにかく軽くてコンパクトなモデルが欲しいっていう方はこちらを選んでください。このモデルだけのねサイドアウトレットトリム、 RT に負けないぐらいの直進安定性が特徴ですね。口元のねシールドの開閉機構っていうのがインテークと干渉しやすい形になってますので、この点は好き嫌いがあるかもしれませんね。 RT はツーリング用途はもちろんなんですけれども、サーキット走行とか積極的な走りをする方、また空力だとかベンチレーションを重視する方にもおすすめですね。 OGK さんの最高品質が欲しいという方はこちらを選んでください。最後に比較表をもう一度見ていただきましょう。こちら車両であったりとか環境によって印象が変わる可能性もありますので、その点はご理解いただきたいと思います。 OGK さんのヘルメットは新井さんとか翔英さんに比べて性能とか品質面ではまだ届かない部分もあるんですけれども、比較的価格も安いっていうことですので、コストパフォーマンスに優れているメーカーだと思います。あと今年の夏には重機というシステムヘルメットが発売されるそうです。カムイ3同様の赤外線左辺シールド、こちらを搭載しているようですので、気になる方はぜひホームページで確認してみてください。また別動画で翔英さんのヘルメットも比較してますんで、そちらもよかったら見てみてください。はい、ということで今日は OGK さんのフルフェイスヘルメットの比較でした。本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。